脳は道具。主人公はあなたという意識です。実はほとんどの人は脳を使うのではなく、脳に使われて生きています。毎日の生活を振り返ってみてください。例えば、気持ちが前向きで何事にも意欲的に取り組めるときは、物事がスムーズに運びます。これは多くの人が経験していることでしょう。反対に、気持ちが沈み、不安や恐れにとらわれているときは、面倒なことがいくつも重なりやすいものです。泣きっ面に蜂、踏んだり蹴ったり、弱り目にたたり目、などの言葉は、そんな状況を表したものと言えます。では、物事をスムーズに運ぶ前向きな気持ちや、ネガティブな出来事を招く沈んだ気持ちは、なぜ生まれたのでしょうか。多分、特定の出来事がきっかけとなり、気持ちが前向き、または後ろ向きになったはずです。また、そうした前向き、後ろ向きの気持ちが行動にも影響を及ぼし、嬉しいことや嬉しくないことを連鎖的に引き起こしたと考えられます。つまり、先に出来事が起こり、それに対して脳が快、不快という反応を示し、意味付けをした結果、行動が変化して現実を左右したということです。これが脳に使われている状態です。この時のあなたの人生は、あなたという意識ではなく、脳が主人公になっています。しかし考えてみれば、人生の主人公が脳というのはおかしな話です。なぜなら、あなたの人生の主人公は、あなたの脳ではなく、あなた自身、あなたという意識ですから。脳は、あなたという主人公がより良い人生を作るための道具に過ぎません。まずはこの点をしっかりと心に刻んでください。その上で、脳を道具として使うためのワークをしていきましょう。真っ先にやっていただくのは、脳を快適にすることです。簡単に言えば、嬉しい、楽しい、心地よいと脳に何度も感じさせ習慣を作ることです。脳が快を感じると現実の見え方が違ってきます。楽しいこと、嬉しいことに自然と目が向き、明るい気持ちで前向きに行動できます。すると様々なことが良い方向へと大きく変化していきます。これが脳を道具として使うということです。言い換えれば、起こった出来事に反応して、その通りの現実を引き寄せてしまうのではなく、先に脳を快適な状態にして、望む通りの現実を作っていくのです。その時に大事なことは、全脳の活性化です。脳の使い方を変えて潜在意識を書き換えれば、人生が変わる。全脳を活性化させながら脳を使いこなし、あなたが思い通りの人生を実現するための最大限のサポートをさせていただきますね。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は全脳活性で潜在意識を書き換えるという本をご紹介したいと思います。著者は山岡直樹さん。彼がプロデュースするのは最新の脳科学と古今東西の能力開発法を統合し、人の脳に秘められた潜在能力を引き出す全脳活性というメソッド。全脳活性メソッドは25年間で12万人以上が受講し、集中力や想像力の向上、短期間での願望実現、人間関係や経済状況の好転、病状好転や健康回復など、人生のあらゆる分野で劇的な変化を起こしているというんです。そんな全脳活性メソッドをただ学ぶだけではなく、山のような実践ワークがあるのが本書のポイント。特定の周波数の音を聞いたり、香りを楽しんだり、イメージングや気のエネルギーを使ったものまで、実際に行うことができるたくさんのワークがステップごとに紹介されているので、その通りに進めていけば全脳活性を体験できちゃうというわけなんです。ちょっと気になりませんか？本動画では本書のこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか？全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは
続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。脳はポジティブよりネガティブに反応する。まず、脳が持っている2つの特性について少しだけ話をさせてください。これを知っていれば、各章でご紹介するワークがなぜ効果的なのかをご理解いただけると思います。1つ目の特性は、ほとんどの場面において、脳はポジティブなものよりネガティブなものに強く反応するということです。言い換えれば、嬉しい、楽しい、安心といった気持ちにさせるものより、恐怖や怒り、あるいは不安を引き起こすものの方に強く反応するのです。こうした反応は人間をはじめとする脊椎動物が厳しい環境の中で生き残り、子孫を残して種を存続させるためにあらかじめ織り込まれたものです。例えば自分の命を脅かすような敵と出くわして恐怖を感じたとします。その情動は逃げるという行動を起こさせるので、結果的に危険を回避することができます。また、怒りを感じた場合は戦闘態勢に入り、相手と戦い、打ち負かすことで危険を排除しようとします。その他、不安という情動は周囲の気配に敏感になり、いち早く危険を察知することに役立つでしょう。つまり、ネガティブな情動が自分の命を守ることに役立っているわけです。ここで何を申し上げたいかというと、脳がネガティブなものに反応するのは自然なことなので、それをいちいち気にしなくてもよいということです。なぜ私はこんなに暗いのだろう、なぜ前向きになれないのだろう、などと考え込む必要はないし、ましてや前向きにならなくてはと頑張ったりする必要もありません。ついでに申し上げますと、暗くなってはいけないとネガティブな気持ちを抑圧したり、私は暗くないと封印したりするのはさらによくありません。一番良いのは自分がネガティブになっていることにまず気づくこと。そしてネガティブになった原因についてあれこれと考え深掘りするより、ちょっと落ち込んでいるなくらいに認めて受け流すことです。その上で本書でお教えするワークを実践してください。そうすれば脳は自然とポジティブになっていきます。ここで言うポジティブとは快、ネガティブとは不快と言い換えることができます。要するに脳を喜ばせて心地よく快適な状態にしてやれば、それに応じて心と体、さらには状況を認識する視点やその後の行動が変化して、これまでとは違う現実がどんどん生み出されていくのです。脳は現実とイメージの区別がつかない。二つ目の特性は、脳はあなたの周りで実際に起きている出来事と、あなたが内面でイメージしている出来事との区別がつかないということです。いえ、むしろ、普段あなたがイメージしていることこそ自分にとっての現実だと認識し、それに合わせて脳内のシナプスを結合させていきます。ご存知のことと思いますが、アスリートたちはこのような脳の特性を活かしてイメージトレーニングを行います。例えば短距離走の選手が100メートル自己新記録で疾走する自分をリアルにイメージするとどうなると思いますか？血圧が高くなり、心拍数が上昇し、走る時に使う筋肉が実際に動くことが確認されています。もっと身近なところで言えば、レモンや梅干しを思い浮かべるだけで酸っぱさを思い出して唾液が出てきますね。これも脳がイメージを現実だと理解し、それに見合った体の反応を引き起こした例です。また、怪我や術後の回復を促すためのリハビリテーションの現場でもイメージトレーニングが用いられています。動きにくい手や足がスムーズに動くとイメージしてから訓練を行うと、イメージトレーニングを行わなかった時と比べて良好な結果が得られるそうです。このように、イメージが心や体を変化させ、現実を作っていくことはすでに事実として認められ、様々な分野で活用されているのです。快脳回路と不安回路。さて、いよいよあなたの番です。あなたのイメージは
どのように人生を作っていくのでしょうか。例えばあなたが自分は豊かで幸せだ、ウキウキワクワクしているとイメージすると、脳内では豊かで幸せ、ウキウキ、ワクワクという脳内回路が構築されていきます。私はこれを快脳回路と呼んでいます。反対に、自分は豊かでも幸せでもない、お金や地位がもっと必要だ、自分はダメな人間だ、どうしよう、などとイメージしていると、そういう脳内回路が作られます。先ほどの快脳回路に対して、こちらを不安回路と呼んでいます。実は多くの人は快脳回路や不安回路が自分を動かしていることに気づいていません。そのため本来は人生の主人公であり、脳を使う立場にあるあなたの意識、つまり私が知らず知らずのうちに脳に使われてしまうということが起こるのです。そしてあなたが脳に使われたとき、あなたの性格や能力、得られるチャンスや運気、健康状態、さらにはあらゆる願望実現のスピードがあなたの知らないところで脳によって決定されていきます。この関係をひっくり返し、あなた自身が人生の主人公になりましょう。性格や能力から願望実現のスピードまであなた自身が決めるのです。今、あなたを取り巻く現実というものがあります。その現実は強固で物理的で客観的なもので、自分の外側に存在するものとしてあなたには感じられるかもしれません。しかし、実際はそうではないのです。あなたが認識している現実は強固でも客観的なものでもなく、あなたの内面、すなわち意識や脳内回路が投影されたものです。だから、あなた次第で柔軟に変化していきます。もっと言えば、脳内回路を作り変え、潜在意識を書き換えることで、現実はみるみる変わっていくのです。私たちは潜在意識に動かされている。ここで少し潜在意識について改めて説明しておきましょう。私たちの意識はしばしば氷山に例えられます。氷山は海上に頭を出していますが、それは全体の1割に過ぎません。一方、海面下には残り9割の意識が存在します。これが潜在意識です。潜在意識とは言い換えれば無意識の世界です。普段は意識に上ってこないトラウマや行動阻害、または制限する精神的なブロックやブレーキは凍りついたままここに埋もれています。実は私たちの行動を規定する力が大きいのは意識ではなく無意識、顕在意識ではなく潜在意識です。例えば日常生活で私たちは箸を使ったり自転車に乗ったりします。この時あなたは親指、人差し指、中指でまず一本を挟んで、右足と左足で交互にペダルを踏んで、などと意識して体を動かしますか？最初のうちは練習が必要でも、やがて自然と体が動くようになったはずです。顕在意識と潜在意識の関係はこのようなものです。つまり最初は顕在意識が担当していても、何度か繰り返され、習得されると潜在意識に担当が移り、自動運転が始まるのです。心の癖もこのようにして生まれます。ざっくりと言えば、A という事柄と辛いという感情を何度か一緒に体験すると、A は辛いという観念が潜在意識に定着します。そして A、もしくは A を想起させる物事に遭遇した途端、辛いという感情に襲われ、行動が規定されていくわけです。その意味で潜在意識とは、起きた出来事に与えた意味付けの蓄積です。別の言葉にするなら、過去の自分の意識なのです。まずは脳をご機嫌様にする。こうした心の癖、ひいてはトラウマやブロックといったものを気にする方は多いと思います。しかし、言わせていただけるなら、そういうものにこだわりすぎるのは無意味であるばかりか、有害な場合があります。例えば、あることに何度か失敗した結果、私は〇〇が苦手だという認識が生まれた場合、それを自分に言い聞かせれば言い聞かせるほど、一層〇〇が苦手になっていくようなものです。では、
そのような縛りから解放されるにはどうしたらいいのでしょう。必要なのはトラウマと向き合い克服の努力をすることではないと私は考えています。それよりまずは心地よい音を聞いたり、うっとりとするような香りを嗅いだりして脳を快適な状態にすることが大切です。私はこれを脳をご機嫌様にすると表現しています。脳がご機嫌様になったらトラウマやブロックといった過去に意識を向けるのではなく、あなたが望む未来に意識を向けましょう。そして望む未来をリアルに何度もイメージするのです。すると脳は現実とイメージの区別がつきませんから、望む未来を現実だと認識し、そのような行動を促します。また、繰り返しイメージしているうちに、それはいつしか潜在意識に刷り込まれ、自転車を漕ぐ時のように自動運転で現実化していきます。考える脳、感じる脳、生きる脳。ところで、あなたの道具である脳は、どのような構造になっていて、それぞれの部位がどのような機能を担っているのでしょうか。私たちの脳は、考える脳の大脳進出、感じる脳の大脳辺縁系と感脳、生きる脳の脳幹という三重構造になっています。大脳新皮質を発達させた私たち人類の脳は、考えることが得意で、ともすると思考にとらわれがちですが、そのベースにあるのは、感じることや生きることです。このような三重構造を持つ脳全体を活性化することによって、様々な能力のスイッチがオンになり、短期間でなりたい自分になることができます。そういう可能性が私たち一人一人の脳に秘められているのです。そして、あなたの全脳を活性化し、様々な可能性を開花させるのが、本書でご紹介する3つのワークです。快脳回路を作るブレインワーク。本当の願望を明確にするイメージワーク。願望実現を加速するエネルギーワーク。これら3つを用いて脳を丸ごと活性化させていくメソッドを全脳活性メソッドと呼んでいます。脳の使い方に意識を向け、脳を自在に使いこなせるようになれば、おのずと潜在意識が書き換えられ、人生が変わります。性格や能力、運気や健康状態が良くなり、願望実現がどんどん加速します。本書では、それに向けて楽しく手軽に実践できる様々なワークをご紹介していきます。気に入ったものをできれば毎日、それが難しければ1日おきにでも実践してください。続けているうちに脳の使い方が変わっていき、おそらく多くの方が数日で自分の変化に気づくでしょう。そして早ければ3週間、遅くとも3ヶ月後には人生が劇的に変わっているはずです。私はこれまでの25年間で延べ12万人以上の方々に様々な能力開発の方法をお伝えし、人生を変えるお手伝いをしてきました。そんな私が本書を通じてあなたにぜひお伝えしたいことはこれです。脳の使い方を変えて潜在意識を書き換えれば人生が変わる。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？本書の素敵なポイントとして、実に様々なワークが用意されているところが挙げられます。例えば、瞬時にご機嫌様な脳に切り替えるための音や香りを用いたワークでは、ダウンロードが可能な3種類の周波数の音声が用意されています。地球の律動と同じ 7.8Hz の音、古い聖歌などでも用いられる愛と癒しの周波数 528Hz の音、さらに癒し効果が倍増されるスーパーバイオンチューナーと呼ばれる 2119.8Hz の音。これらをステップごとに聞いていくのですが、僕も聞いてみて、確かに気持ちいいかも、なんて感じました。このように山のようなワークそれぞれに、そのワークをフォローするコンテンツが用意されていて、本を読みながらすぐに効果的なワークができるようになっているんです。脳科学や潜在意識に興味がある方や、知ってはいたけど具体的な潜在意識の書き換え方法がわからなかったという方にはぴったりの一冊となっています。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？
チャームの数は全部で5つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。